どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。猛威とも言える左上段回し蹴りによる一本勝ちの山による史上初の軽量級中量級の2階級制覇を達成した成島流。そんな彼は同年1996年11月3日から4日にかけて開催された第28回全日本空手道選手権大会に出場。体格の不利を跳ね返すような強烈な前進、下突き、左中段回し蹴りで突き進む。最後は下突きからの凄まじい前蹴りで一本勝ち。しかし4回戦で対戦した堀池典久は当時和美はじめのライバルと呼ばれるほどの強豪であり、やはり下突きと左中段回し蹴りを武器に必死の応戦を見せたものの、そのパンチ力の差、圧力の差はいかんともしがたく、回り込み回し蹴りで巧みに詰められ、最後は胸へのパンチのラッシュを浴びてそこで敗退することになります。そして翌年約半年後に開催された記念すべき第1回全世界ウェイト制空手道選手権大会軽量級に出場。1回戦オーストラリアのダニエル・ウォーカーを相手に早々に下突きに対する下突きで腹を利かせ、足払いからの同じ技で技ありをダッシュ。準々決勝では東ロシアのブセ・ボロドを相手の長い前蹴りをかいくって中に入る下突き下突き、そして左中段回し蹴りを腕に当ててできたわずかな隙間に拳をねじ込んでの下突きで鮮やかな一本勝ち。日本の成島流ここにあり。準決勝はポーランドのピーター・サウィッキーとお互いが中間距離でのパンチ、回転系の蹴りを中心とするガップリドッツの展開となる。その中で成島流の左上段回し、ピーターのかかと落としが顔面をかすめ、しかしそれに加えてピーターは後ろ蹴り、飛び後ろ回し、胴回し回転蹴りと畳みかけ、延長2回を戦い抜き3対0という非常に惜しいところで勝ちを伸ばすことになります。話によるとこの時成島流はかねてより痛めていた左膝が大変に悪化していたという。最終的には膝の前面はすり切り、裏側の靭帯は不完全で十分な役割を果たさず、足を切り上げると逆に曲がってしまうようになってしまうといいます。翌年11月1日から2日にかけて開催された第29回全日本大会ではホセイン・サターを相手に左上段回し蹴りを当てたりするも、それ以外ではいつもの調子が見られる。2回戦の最延長の激闘の末勝ち上がった3回戦で島松北に右下段左上段回し蹴りをかすらせるも、話によるとその左膝は立っていることも困難という最悪の状態であり、そのゴリゴリの組手を御しきれず敗退。その治療のため翌年の4月に開催されたパリワールドカップは代表メンバーに選ばれるも欠場。1999年6月12から13に開催された第16回全日本ウェイト制空手道選手権大会軽量級部に出場。1回戦胸パンの連打から左下突き、上段膝蹴りからの左中段回し蹴り2連打で貫禄の一本勝ち。3回戦も上段外回しのような形で押し倒し、ベスト16も膝蹴りが非常に有効。準々決勝開始直後わずか7秒での下突きからの上段膝蹴りで技あり。この大会成島流身につけた膝蹴りが冴え渡る。準決勝で相対する高原正文は第13回、そして第17回全日本ウェイト制軽量級優勝、第2回の世界ウェイト制軽量級でも優勝を果たし、無差別では第37回全日本大会で6位に入る
強豪中の強豪。いきなりのかかと落としを足早でひっくり返し、かかと落とし、内回し切れなどを食らう場面なども見られますが、後ろ回し切れを三度返し、延長ではある意味珍しいと言える右の下段回し切れを連打、効かせ、そこから左上段回し切れ、鍵付きを畳みかけ、再延長ではそのレバーに左鍵付きを徹底集中。最後はやはりそこに膝切りを加え、試しあり判定22枚対17枚の差で決勝に進出。決勝は前回大会準優勝に加えていた。そして優勝者は中量級に移っているということで、実質的なその時点での軽量級最強者である安田浩二。無知のように重たい下段、怒涛のような下突きを放つ安田浩二に対して、成島流はやや嫌がっているような様子を見せます。この対決は3年前の第13回のウェイト制の4回戦でも実現していたという。その時はわずかな判定勝ちを収めているという話。それからの成島流のブランク、安田コーチの選球、この時点で勢いという意味では安田コーチに軍配が上がるかもしれません。厳しいかもしれない。そう考えた次の瞬間でした。本当にそんな風に考えた次の節、左の突きで牽制し距離を測り、そして再び左腕を伸ばしさすが同時にスイッチして溜め込み放たれた左上段回し切り、安田コーチの顎を文字通り貫いていました。前のめり、頭から崩れ落ち、そして死んだようにピクリとも抜かれ、劇的、余計な言葉を付け加えたくないくらいのその一撃、不利有利、ブランク成長、そういったものを全て打ち壊してしまう規格外の攻撃。預けていた王座を取り返しに行くというその言葉通りの結果を残し、そして向かうは第7回全世界空手道選手権大会。1回戦、シリアのバジタークスとの戦いで中間距離で慎重な組手を展開する相手にどしりとかく、やはり得意の右正拳に対する下突きのカウンター、右に回る相手に左正拳、そこから左下突きを打ち込む、反対の左方向へ回らせて追いかけての左中段回し切り。この、いやほんと聞いてほしいんですけど、この空手の試合でこんなドンとかいう音することありますか？しかも90秒、それも相手の体一瞬見てし、戦慄の一本勝ちで向かう3回戦、ロシアのアレキサンドルとの戦いは強烈な上段回し蹴りで牽制、下突きをこらえ、右下段から左上段回し蹴りの対角線上のコンビネーション、そこから左中段回し蹴り、左下突きと連打で腹を利かせて、いやほんとこういうところの緩急というか虚実というか隙を作るのがすごいというか、そこから左下突きは畳みかけ上段回し蹴りを放ち、その足が折れつ、体勢不十分なまま体の振りだけでため勢いを作っての左下突き、バランスが整っていないため成島流もそのまま膝をつきますが、アレキサンドルの方はそれにより肝臓も打ち抜かれ、バランスを崩すのではなくダメージで膝をつき、そのまま見事なまでの一本勝ち。4回戦で対峙したのはブラジルの巨漢サンデル・エイジロの佐々木。前切りや回し切りなどの上段系の蹴りを皮切りにトントン鍵付きで突っ込んでくる相手に、成島流は左の下突きの人差し、正拳突き正拳突きを合わせ下段回し切りを背負いして下突き下突き、そこから逆に場外線上に追い詰めての左右の鍵付き、左上段回し切りを加えて左正拳突き、どうやらこれがかなり有効のようで、そこから下突き、体重差をものともつけずに胸を利かせての5対0の判定勝負。5回戦では後に世界王者となる木山仁、やはり
体重別の世界大会で世界王者となる石の拳と呼ばれるエミール・コストフを連続で破っている南アフリカのシンフェイ・ドルレイン。大人と子供ほどの身長差の中、ドルレインは回り込みながらカットとし後ろ蹴りを放ち、成島流は間合いを連れてしつき、そして左の上段中段回し蹴りを連レバーを中心に攻め立て、ドルレインは柳のように流しながら着実に反撃を返してきます。成島流はとにかく粘ってぴったりと張り付き鍵付き鍵付き鍵付き下付き下付き鍵付き鍵付き正剣付き正剣付き、それが実を結びスタミナをロスさせ、最終的に本戦4対0と勝利につながることとなりました。気合と根性、成島流の気迫と魂が呼び込んだ勝利と言えるかもしれません。この世界大会中、試合ごとに針を打たなければいられない状態の中、成島流はここまで勝ち上がりました。その後、フランシスコ・フィリオの祝福を受け、相対付きベスト8、軽量級の体でたどり着いた。そこで立ちふさがるのその絶対的な優勝校、フランシスコ・フィリオ。身長差約20センチ、体重差30キロ以上。開始と同時にフランシスコ・フィリオが前を詰めての右の横蹴り、そして回し蹴りのフェイントを入れて横蹴りを加えての左の正拳突きで場外どころか試合場の下にまで落とされてしまいます。絶望感が漂うほどのパワーさ。右のブラジリアンキックをかわし、成島流の左の下段をかわしざまの横蹴り、試合場中央から場外に出されるという衝撃展開。前を詰めてのパンチが恐ろしい。中間距離では前蹴りが飛んでいる。それでも中に入るしか。身につけたフック気味の左正拳、大山松里が使うような回し打ちを全身全霊で叩き込み、そこから左上段回し蹴りにつなげ、横蹴りをかわし、少しでも相手の攻めのパターンを読み切る。しかし右の下段の一撃で痛めで限界を超えていた膝に悲鳴が上がる。かかと落としが顔面をかすめ、そこから右の下段、再びの右の下段からの上段回し、そこからの横蹴りをこらえるだけの足はもはや残ってはいませんでした。それでも成島流はまっすぐ前を見据えて最大最強の壁に立ち向かっていきました。インタビューで語ったこと、いついかなる時も技を繰り出せ、一撃で倒せるように、これからも自らを鍛え上げていきます。そして成島流は引退後、車のクラッチを踏むだけですら辛い時があるという左足をさすりながら、こいつには何度助けられる、最後にはこれが何とかしてくれるといつも思っています。これがなければどこにでもいる普通の選手だったと思います。そして最後にこう付け加えました。これがあったから成島流だ。こいつのおかげで最後まで成島流でいることができたんです。極真が巻き起こした一撃という名の神話、それはフランシスコ・フィリオの代名詞とも言えれますが、同時に日本にもそれを冠すべき男がいました。語られる異名、一撃の龍。私はこれからもその一撃により伝説、神話を作り出した素晴らしい武道家、空手家、格闘、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。で、それで高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。